ビリー・ビルグリムは眠れませんでした。それは1時間以内に宇宙人に誘拐されると分かっているからです。彼が宇宙人の到来を知っているのは時間から解き放たれたため、タイムトラベルをするようになっていたからです。カート・ボネガットの作品「スローターハウス5」の中で、ビリーは少年期に旅したグランドキャニオンや剣眼師となった中年期、銀河系館にある動物園に囚われた時、戦争捕虜として耐えた屈辱の時などを行き来します。スローターハウス5という表題や内容は第二次世界大戦時のボネガット自身の経験に基づくものです。ドレスデンの土地区城跡に捕虜として収容された彼は、連合国軍が町を爆撃した時に地下の貯蔵庫に避難していました。仲間の捕虜たちと共にようやく地上に出られた時、ドレスデンの町は壊滅していました。戦後、ボネガットは人の行動を変わった文化人類学的視点から解明しようとしました。彼は物語の形は壺や矢尻の形くらい面白いと考えました。その形を見つけるために物語の最初から最後までにわたる主人公の運命をグラフで表現しました。彼が作成した奇妙な波は多くの文化で普遍的なおとぎ話や神話を表しています。しかし最も興味深い形はこれかもしれません。このような物語では登場人物が幸運なのか不運なのかよくわかりません。彼はこのような物語が人生に最も類似していると考えました。人生においては誰もが偶然の犠牲者であり、その長期的な影響を予想するのは不可能です。彼は多くの物語の整然と並ぶ満足のゆく個に現実味がないと感じ、自作の中で幸運と不運の間にある曖昧さを追求することにしたのです。ボネガットは明快な運命だけでなく、単純な時系列すら放棄してしまいました。物語を最初から最後へと順序通りに進めることなく、どの時間、過去も現在も未来も常に存在し続けることにしたのです。彼の作品の多くに登場するトラルファマドール星人は、あらゆる瞬間をいっぺんに見られます。彼らにとっては、どの星のあった場所も行き先もわかるため、天空はか細い光るスパゲッティで満ちているのです。しかし彼らは全ての時間を見ることができても、未来を変えようとはしません。彼らは物事を変える力を書くことを受け入れていますが、人間たちはまだ慣れない様子です。タイタンの幼女では、彼らは広大な宇宙で人生の意義を探求しますが、空虚な英雄気取り、低俗な茶番、無意味な死を見つけただけでした。時間当局率ロート内の見晴らしの良い場所から、男と飼い犬は地球がたどる悲惨な運命を知るものの、その行く末を変えることはできません。簡単な答えは見つからないものの、次第に人生の目的は、愛されるためには誰でも愛することだと考えるようになります。猫のゆりかごでは登場人物が別の意義に目を向けます。無害な嘘を教義とし、信者全員が嘘だと認識しているボコノン教という宗教です。信者はボコノン教の嘘を知りながらも、これらの教義に基づく生活を送ることで、わずかながらも真の望みを見出すのです。彼らはカラースと呼ばれる、偶然に見えるが実は選ばれた人々で構成される宇宙の中で目的を共有するグループに加わります。これはグランファルーンという同じ故郷や支持政党や国籍などの実は無意味なつながりで結びついた人々とは明らかに一線を画しています。ボネガットは人間の置かれた状況に絶望していたものの、人は何であれ助け合って成し遂げると固く信じていました。うんざりしてしまうかもしれませんが、ボネガットは厳しい見立てだけでなく、一縷の望み以上のものも残しています。彼が生み出した別人格、キルゴア・トラウトは、2つの酵母が糖を消費し自分の出すガスに窒息しながら人生の意義を討論している。酵母の知恵には限りがあるため、自分たちがシャンパンを作っているとは想像もできないありさまに例えています。人は誰もが無意に過ごす存在だとし、人間の存在の行く末を憂慮しますが、ボネガットはかすかながらも人が良いものを生み出すという望みも捨ててはいませんでした。これが幸せでなく何が幸せなのでしょう。学びが好きな人ならチャンネル登録を。
猫の視点から捉えた世界史からもっと聞き上手になる方法まで、様々なテーマの新しい動画を公開しています。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。